時は現代、舞台はアフリカ大陸の東に位置するケニア。野生動物や美しい自然で知られるこの国では、同時に貧困とインフラ不足が深刻な問題となっています。僕がケニアのこと全部教えてあげるのだ。ここでは道路がデコボコで、雨が降るとバイクも進めないのだ。そんな中、中国と日本がそれぞれ支援を提供する2つの地域がありました。片や豪華な中国の支援、片や地味な日本の支援、両者の結果がどのように分かれるのか、これが今日のお話です。僕の町は中国様のおかげでピッカピカなのだ。アスファルトも食料も全部タダ。やばくない？中国からの支援はスピードが速い。彼らは短期間で道路を完成させてくれるし、現地の負担も少ないんだ。一方、山奥の村では、日本からの支援が行われていました。しかしその支援内容は、土を袋に詰めて道を作れって？そんなの聞いたことないぞ。大丈夫ですよ。この方法なら安価で現地の材料だけでできるし、技術も皆さんに身につきます。なるほど、私たち自身で道を作れるようになるのは確かに重要かもしれん。日本は何やってんの？そんな土の道、絶対ガタガタに決まってるのだ。こうして、中国支援を受けた町と日本支援を受けた村、それぞれの道の行方が交差していくのでした。でも、中国の技術者はすごいのだ。だって、あんな短期間でアスファルトの道を作れるなんて普通じゃないのだ。確かにあの技術は目を見張るよな。でもさ、それだけで終わる話じゃないんだぜ。その通りだ。日本の支援がただ遅いというだけではない。支援の質がどれだけ未来につながるか、それが重要なんじゃ。未来？なんか難しい話になってきたのだ。わかりやすく言うとね、自分たちでできる力を身につけるってこと。そうすれば、この道が壊れてもまた自分たちで直せるんだ。それは確かにいい話だけどさ、今すぐに楽になりたいって気持ちもわかるぜ。僕の頭が混乱してきたのだ。ケニアのとある地域、緑豊かな村に日本からの支援の様子が描かれています。ここでは道路の整備を村人たちと共に進めるという、日本独自のアプローチが取られていました。この道を私たち自身で作るというのは、なかなか骨が折れるな。だが、わしらの未来のためには良いことなのかもしれん。その通りです。皆さんが自分たちで作った道は愛着が湧きますし、壊れた時も修復できます。持続可能な技術を学びましょう。でも、この方法だと完成までに何ヶ月もかかるじゃないですか。すぐに便利な道路が欲しいのに。わかるのだ。僕も便利な道が欲しいのだ。一方、別の地域では中国の技術者たちが急ピッチで道路を作っていました。我々の技術でこの村は一気に発展するね。アスファルトの道は頑丈で長持ちするよ。素晴らしい。これで市場までの距離が短縮されるし、生活が一変するぞ。確かに便利そうだな。けど、維持費とかはどうなってるんだろう？維持費は現地の皆さんで考えてください。我々は最初のインフラ提供が専門です。あれれ、なんだか話が変な方向に行ってる気がするのだ。日本と中国、どっちが正しいのかもっと知りたいのだ。でもさ、日本のやり方って手間がかかるけど、自分たちでできることが増えるのはいいと思う。でも中国の道路は、すぐに市場に行けるし、これで農作物もたくさん売れるじゃないか。皆の話を聞いていると、それぞれにメリットとデメリットがあるようだな。僕の考えでは、日本の方法が未来の力になる気がするのだ。けど中国の道も魅力的なのだ。大事なのは、皆さん自身が選択して未来を作っていくことです。私たちはその手助けをするだけですから。それでも、今すぐの便利さを取るか、将来のために力をつけるか、悩むな。私たちは村の未来をどうしたいのか、じっくり話し合う必要がありそうだ。こうして、それぞれの選択肢が議論されていく中で、支援の意味が改めて問われることになりました。日本のやり方をもう少し知りたいな。本当に俺たちだけで道を直せるなんてことができるのか？もちろんです。手順さえ学べば、維持も簡単にできます。次は具体的な方法を教えますよ。それじゃ、俺も一度は試してみようかな。この村で頑張りたいし。まあ、我々の道は世界基準ですから、どちらを選ぶかは皆さん次第です。なんかどっちも良さそうに聞こえてきたのだ。僕、選べないのだ。こうして村ごとの状況と支援の特徴が少しずつ明らかになっていきます。それぞれの道がどのような未来を描くのか、物語は次の展開へと進みます。ケニアの別の村、ここでは日本と中国の支援が交錯する、ある問題が浮き彫りになります。おい、この前作った中国の道路、雨が降ったらひび割れてしまったぞ。マジかよ、確かに早くできたけど、こんなに脆いなんて思わなかったな。アスファルトってそんなに簡単に壊れるものなのか？これは予想外のことです。修理は可能ですが、追加費用が必要になります。追加費用だと、最初の契約にはそんな話はなかったぞ。でも、これを直さないと村までの道が使えないし、困るな。一方、日本の支援を受けた村では、この土のうをしっかり叩いて固めるのがポイントだ。これで雨が降っても大丈夫だぜ。そうです。地盤を固めることで、自然に耐えられる道路を作るのがこの方法の強みです。確かに手間はかかるけど、これなら自分たちで直せるし安心だな。でも、本当にこれで頑丈な道になるのか、少し心配だな。それでは、昨年同じ方法で作った道を見に行ってみましょう。日本の技術で作られた道路は、雨季を乗り越えても健在でした。それを目の当たりにした村人たちは、すごい、全然壊れてないじゃないか。これなら、次はもっと長い道も作れるかもしれないな。なんだか感動したのだ。
これが本当の持続可能な道なのだ。こうして、支援の成果が形となり、それぞれのアプローチの違いが鮮明になっていきます。ケニアのとある地域で、支援による実際の影響がより深く見えてきます。村人たちは自らの選択がどのような未来を作るのか、試される時が来ました。ちょっと待て、中国の道路、修理したはずなのにまた壊れたぞ。修理費を払ったのにこれじゃ意味がないじゃないか。これは想定外の問題です。しかし、これ以上の修理にはさらに費用がかかります。これではわしらの負担が増えるばかりだ。どうにかならんのか。中国の道路は見た目はいいけど、維持が大変みたいなのだ。最初は良かったけど、結局こうやって困ることになるのは嫌だな。なんとかする方法を考えないと、これじゃ生活が苦しくなるばかりだ。一方、日本の支援を受けた村では、皆さん、ここまでよく頑張りましたね。この道路はあなたたちの手で作り上げたものです。ああ、これなら雨が降っても安心だ。自分たちで維持できるし、自信がついたよ。確かに、時間はかかったけど、この方法ならお金もあまりかからないし、長く使えそうだな。僕、なんか日本のやり方がじわじわ良い気がしてきたのだ。この方法なら、壊れても自分たちで直せるから安心だな。わしもそう思う。やはり、自分たちでできる力をつけるのが一番だ。しかし、中国の支援を受けた地域では不満が高まり、村人たちの間で議論が起こります。中国の支援だけに頼るのはもうやめた方がいいのかもしれない。でも、今から日本のやり方を学ぶのは遅いんじゃないか？そんなことはありません。今からでも始めれば、将来のためになります。私たちがサポートしますよ。サポートがあるなら、一度試してみるのも悪くないな。でも、どうやって学べばいいんだ？そんなに簡単なことじゃないだろう。まずは小さな範囲から始めてみましょう。地盤を固める方法を教えます。それなら僕も手伝いたいのだ。楽しくなりそうなのだ。こうして、異なる支援の教訓を生かしながら、村人たちは新たな挑戦に立ち向かうことを決意しました。村の人々が新たな挑戦を始めてから数ヶ月が経ちました。おい、見てくれ。自分たちで作った道がちゃんと使えるぞ。本当だ。雨が降ってもぬかるまないし、みんなが安心して通れているな。日本の方法を信じてよかったよ。自分たちの力でここまでできるなんて思わなかった。皆さんの努力の成果です。これからも、この技術を広げていきましょう。やっぱり自分たちでやるのが一番なのだ。こうしてケニアの村々では、新たな未来への第一歩が踏み出されました。日本の支援がケニア全土に広がり始めてから数年後、村人たちはそれぞれの経験を通じて大きく成長しました。わしらが最初に土のうを使った道路を作り始めた時は、不安もあったが、今ではそれが村全体の自信になった。ああ、自分たちでやれることを増やしていけるって、こんなに楽しいなんて思わなかったよ。でもまだ課題は残っているよな。次はもっと効率的に道路を作れる方法を考えたい。それがまさに次のステップです。私たちがこれからも皆さんをサポートします。支援が続くだけじゃなくて、こうして一緒に考えてくれるのがありがたいよな。みんな、めちゃくちゃ頼もしいのだ。でも僕も負けないくらい頑張るのだ。未来は明るいのだ。みんなで一緒に進むのが一番楽しいのだ。こうして、ケニアでは支援を通じた自立と協力が進み、村々の発展が加速していきました。未来に向かう彼らの旅は、まだ始まったばかりです。今回も最後まで見てくれてありがとうなのだ。高評価、チャンネル登録をよろしくなのだ。